米風って言ってこう潰した芋を用意して、皮の部分色が十分についてガリッガリになってるやつから引き上げていきます。さてどうも、今回は白金台のサーパスで動画撮っていきたいと思います。それで、早速作っていくのがですね、今回はタラモサラダです。タラモサラダってもともとそのギリシャだったりトルコの料理で、オラやね、鯉の卵を使って芋と合わせる、そういったサラダなんですけど、日本だと結構こう明太子で代用したりすることが多いですね。芋と明太子を合わせればそれなりにねいい感じの味わいにはなるんですけど、今回はさらにちょっとしたポイントだったり、調理のねコツでさらにこう美味しく仕上げていけたらなと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。で今回使っていくのは、メークインですね。男爵でもいいんですけど、メークインの方が味決まりやすいかな。同じか。いやでもメークインでいきます。あと明太子ですね。マスタード、玉ねぎ、マヨネーズ、これは白ワインビネガーですね。オリーブオイル。要はですね、この4つでドレッシング作ります。白ワインビネガーもっと小さいの全然売ってるんですけど、とはいえね買っちゃうと余っちゃうから、普通の酢でいきたいっていう方は普通の酢でも大丈夫です。ただ白ワインビネガー使うと全然味は変わります。芋を下茹でしていきます。で水をしっかりと芋が浸かるぐらい張って、で塩ですね、ちょっと、味が乗っかるぐらい塩辛くしておきます。あんまり味に効果がない塩はね振ってもしょうがないんじゃないかなって思ったりするんで、こういう時はしっかりとで火にかけていきます。塩茹でじゃなくてレンジで、火を入れたいという方はもちろんレンジで火入れていただいて全然問題ないです。ただこの時間、今回のレシピだとドレッシング作る時間になるんで、塩茹でねしてもいいんじゃないですか。玉ねぎほんとねちょっとしか使わないんですよね。半分にする必要もないか。でこれはすりおろしちゃいます。マスタードだいたい小さじ1ぐらいですかね。白ワインビネガー大さじ1から2で、あとはオイルを加えていくだけですね。マヨネーズとかとは違うんで慎重にねオイルを加えていく必要はなくて、ちょうどね程よくとろっとしてくるんで、こんな感じですよね。あとは塩と胡椒で少し味を整えましょう。このまま他のお野菜のドレッシングとかにも使います。あとはこのね玉ねぎのフレッシュ感っていうのが最初はちょっと尖ってるんですけど、これ1日とか経つとねさらに馴染んでくるんで、どちらかというとその時使う分だけじゃなくて若干多めに作っといても美味しくなると思います。ドレッシングに入れたりとか、ドレッシングにかけたりとか、ドレッシングにかけたり違うサラダにかけたりとか、あとは、お肉や野菜とかをちょっと炒めたものにちょっとだけアクセントでかけたりとか、使い方はね結構いろいろあるんですよ。パセリはあれですね、最後の仕上げにちょっと振りかけたいんで、そのために刻んでおきます。あんまり細かくしなくていいです。ざっとで。次は明太子。これは、じゃがいもに混ぜ込む分ですね。しっかりと明太子感が欲しいっていう方はね 40g ぐらいつけてください。はい、芋には火が入ったんで引き上げていきます。はい、でじゃがいもの皮を剥いていくんですけど、ちょっと厚めに剥いちゃいますね。熱い。でこの厚めに剥いた皮はこの後ちょっとフライドさせて、それもね使っていきます。こっちはもうボウルに加えていきます。フランスとかでも結構そのビストロで、魚のね付け合わせとかでこう芋を米風って言ってこう潰した芋を用意して皮の部分はフライドさせて、でそのチップスをね、最後は魚の上に振りかけたりとか、そういうことをねやったりもしましたね。なんで参考までに。
こっちの、皮の方は揚げていきますね。180度ぐらいですかね。結構ねしっかりとパリッとさせちゃいます。でこっちのじゃがいもも熱いうちにどんどんと調理を進めていきます。少し下味の塩ですね。で、こうね泡立て器で少し潰しますね。あったかいうちにやっぱり調理進めた方がいいですね。味の染み込み方が全然違うんです。で、先ほどのドレッシング、まずはスプーン、2、3倍ぐらいでなじませます。この時も、ボールがね動かないように濡れ布巾か何か下に引いといてください。明太子ですね、これもたっぷりと加えます。マヨネーズもスプーン、半分ぐらい、すりおろしたニンニク少しでいいです。あんまりこれがね多すぎるとちょっと強くなりすぎちゃうんで、ニンニク3分の1かけぐらいですかね。少しねしっとりさせたい場合はドレッシングをもう少しプラス2杯ぐらい、パリッとなったぐらいよりももうガリガリっていうぐらいの、感じにしたいんで、もうせっかくやるなのでそれぐらいはっきりとさせた食感にします。すごくバランスいい。明太子ってやっぱ言ってもちょっと魚臭さというかそういうのが若干あるんで、それがねこうドレッシングのビネガーの力でねうまく中和される感じです。これが最高にいいですね。この酸味がやっぱね絶対に必要だと思う。かなりねガリガリになってきましたね。もう色が十分についてガリッガリになってるやつから引き上げていきます。でこれすぐ塩しちゃいますね。引き上げてもう熱いうちに塩をしないと塩がね乗らないんですよね。乾き始めちゃうと。で塩加減とかちょっと見てみて。美味しい。刻んでふりかけにします。細かくしすぎちゃうとせっかくの食感が分かりづらくなっちゃうんで、ざっくりとカット。じゃあ、盛り付けていきます。こうやってスプーンでちょっとねこう、クネルっぽくってなんて言ったんだろう、スプーンの形に沿ったような感じで、スッとちょっと丸みを帯びた感じで、こういうような盛り付けの仕方にしてもいいですし、こうちょっと背が低いものであればなるべくしっかりと敷き詰めていきます。なんでね、お家にこういったねちょっと背が低くて平べったいようなお皿があれば、こういうような盛り付けをしてもいいんじゃないかなという一つの例です。じゃがいもの、皮の部分のフライ散らして、あとはもしね明太子がちょっと余ってたら少しねこうトッピングに添えてあげてください。あとは彩りのパセリ。こういうお皿だとねちょうど蓋があるんでね、でこういうような感じで蓋して、で何かの、副菜みたいな感じっていうやり方も一つはいいんじゃないですかね。そんな都合よく蓋があるかっていうね。であとは、黒胡椒。うわっ、これはやばいっすね。一口目の印象がもうサラダなのかっていう感じ。芋自体もすごいうまみが強いんですけど、なんせねこのふりかけの食感がまたいいですね。あとはドレッシングの酸味があるんで食べててね重たくないんですよ。全然味がはっきりしてるけど重たくない。うますぎ。はい、というわけでタラモサラダでした。どうでしたか？ドレッシングを用意して、あとは芋を茹でて、で皮の部分はちょっとフライにするっていうね、パーツがちょっとそれぞれあるっていうことがね手間のポイントだと思うんですけど、そのパーツたち自体はそんなに難しい技術とかは必要ないんで、ぜひね参考にしていただけたら嬉しいです。
そんな感じでまた引き続きレシピ動画アップしていくんで、どうぞ楽しみにしておいてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。